はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。いやー、ようやくですね、僕が住む九州は長い雨が明けて今日晴れましたよ。だからね、ちょっと今日は気分的にウキウキしてるんですけど、どうやらね、天気予報によると、また今週も明日から雨降るみたいなんですよ。もう勘弁してくれよ、マジで。いやー、今年のね、梅雨はかなり異常な具合なんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでね、今回も引き続き古民家2階寝室のね、DIY を進めていきたいと思います。で、前回がですね、この寝室、幅木を取り付けまして、部屋がバシッと閉まり、より一層こう部屋感が増したんですけど、今回はね、いよいよ壁の漆喰仕上げをやっていきたいと思います。もうね、壁の漆喰さえ仕上げたら残すところは建具作りと家具作りだけなんで、もう完成がね見えてくるかなと思います。で、今回ね、壁の漆喰仕上げをするにあたって、もう事前に動画外で床の養生は済ませてます。こんな感じで。はい、ということでね、今回はもう気合入れて頑張っていきたいと思います。やってくで。よし、ほんなら今回は壁の仕上げに使う漆喰もね、毎度おなじみのこちら、うまく塗れーるさんですよ。本当に結局これが一番塗りやすい。で、今回仕上げに選んだ色がパウダーグレーという色です。ちょっとね、早速開けて皆さんに見ていただきたいと思います。よいしょ。OK。オープン。じゃん。こんな色味です。ちょっとこう真っ白な漆喰っていうよりかは若干ねトーンの暗めな落ち着いた色味、これを選びました。実際ね、塗る前のこの状態と塗った後乾いてから自然に馴染んだ色とではちょっと差があるんですけど、それはね後ほど塗ってから皆さんにね見ていただきたいと思います。 OK。ちょっとね、今回漆喰塗っていく上で、普通にね、平たく塗ってもいいんですけど、それじゃちょっと面白くないなと思ったんで、今回ね、模様をね、つけたいと思います。模様をつけるにあたってですね、じゃん！こんな感じで、スポンジ。はい。ちょっとこういうタイプのね、イボイボがついたスポンジ。こんなのも用意してみました。もう一つはこちら。スタイロフォーム。これらはね、ちょっと用意してみました。どれでパターンがつけるのがいいのか、ここのね、石膏ボードに試してみたいと思います。よし。行ってみようか。で、やっぱりね、こう模様をつけるっていうこともあって、ちょっとね、厚塗りしたいと思います。あまりね、薄すぎたら、模様つけたらその部分がね、剥げちゃったりするんで。まず、こっち。このスタイロフォーム。これで試してみようか。これを、どうしよう。横に、こうシャッシャッシャって模様つけてみようか。おー、なるほど、なるほど。こんな感じ。なんか、ハケ目に近いですね。ハケでシャッシャッシャってしたような。そんな感じになるのか。なら次。スポンジ試してみよう。スポンジもね、これ、どっちの面でやるんがいいんかな。もちろん緑がね、結構ガシッと硬くて、黄色の方が柔らかいと。こっちのタイプの、これ、ちょっとこう、表面デコボコしたやつ。どれがいいんやろ。一回やってみますね。まずこのふわふわの方からやってみよう。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。こういう感じね。さっきのスタイロフォームよりこう、キメが細かく仕上がりますね。ほら、こういう感じで。結構キメ細かいんじゃない？じゃあ逆にこっちの緑の硬い方やったらどうやろう？これ、ほぼスタイロフォームの感じに近いな。この凹凸があるやつはどうやろうか。あんまり違い出ないな。そう考えたらこっちのこの硬い方でやる、これが感じいいんじゃないか？いいね、これ。和なテイストありますよね。高級旅館の珪藻土壁みたいな。よし。ってことで、スポンジ作戦でいきましょう。このスポンジの硬い方。これでガシガシする作戦でいきますよ。
よし。OK。よし。ほんなら、まずは、こっちのね、ウォークインクローゼット内の壁からやっていきたいと思います。まずちょっとこの入り組んだ壁からやっていきましょう。ウォークインクローゼット内はゆくゆく、ハンガーポールがついていっぱい服吊るされるから、壁ね、模様入れてもそんなに見えなくなるっちゃ見えなくなるんですよ。だからまずこのウォークインクローゼット内で練習したいと思います。よし。やっていこう。まずちょっと厚めにバーッと塗っていきますね。よしよしよし、OK。これで、おー、こんな感じで。はいはいはい。いいね、いいね。はいはい。めっちゃいいやん。結構、もう、粗めにつけてもいいかもな。こんな感じで。はいはい。オッケー。これどうですかね、映像でちゃんと伝わってんのかな。結構ね、僕はいい感じの模様ついてんちゃうかなと思います、これ。うわかっこいいかっこいい。よし。よし。OK。よし。昨日塗ったところ1日経ってだいぶ乾きました。ちょっと見てください。この模様。めっちゃいい感じなんじゃない？いいね。うん。で、色味も最初塗りたての時はね、結構黄色っぽかったのがだいぶ落ち着いて、すごいいい感じの色になったよ。うわ、ここらのこの模様なんかいいね。うわ、これもめっちゃ綺麗ね。いいね。ほんなら引き続きこんな感じで塗っていきましょう。でもこうやってやっぱり乾いたの見たら、名前はパウダーグレーやけど、グレーっぽさはないですね。最初自分がイメージしてたのとはちょっと違ったんですけど、でも結果、うちの針の色とか、ヘアのスタイル的にめっちゃ合う色です、これ。だから結果オーライ。むしろ良かったくらい。いい誤算。めっちゃいいやん。オッケー。よっしゃ、オッケー。ウォークイン内行けました。うわ、すごいな。水耕栽培とプランターともに豊作ですわ。
ちょっといっぺんに取るとあまりにも量が多いんで、今回はまずこのね水耕栽培で育ててる方からちょっと収穫して炒め物作ってみたいと思います。んで収穫の仕方としては下葉を 2,3 枚残してその上を摘心する感じで、ほらか、うわ立派、いいね。これえらい曲がってもうとんな。これとかに関してはもう下葉が全部取れちゃってるな。いやもう下の方から取ろう。これおお、結構収穫できました。よっしゃ、オッケー。ふう、できたできた。今日の僕の昼ご飯です。これ食べたらね、また引き続き上の漆喰塗らなあかんので、ちょっとね、パパッと食べたいと思います。ということで、いただきます。ちょっとこれ、鷹の爪がいいね。うまそう。いただきます。うめえ待って、すっごい。茎の部分が超シャキシャキして美味しい。ニンニクがガツンとくるし、その後に鷹の爪のピリッとさが効いてね、バリうまです。うまっ。お店で食べる味や。でも味付けはね、もうシンプルに鶏ガラともう塩コショウ。これが僕は一番やと思うんですよね。これはいいスタミナチャージになるわ。うめえ。今回はとりあえずね、水耕栽培の方で育てた空心菜を使って炒め物をしてみたんですけど、またプランターの方でね、育てた空心菜も食べて、各々どういった特徴があるのかとかね、皆さんに感想をお伝えしたいと思ってます。はい。では次、これね、きゅうりの浅漬け。で、ポイントとしては、わかるかな？しそ。うちで採れた大葉をね、刻んで入れてるんですよ。これがね、いいアクセントになっててうまいんですよね。うまっ。汗かくこの季節、いい塩分チャージになりますね。で、これですよ。僕が大好きなトマト冷麺。業務スーパーに売ってるんですけど、韓国の輸入品なのかな？ちょっと待ってね、パッケージ皆さん見したい。そうそうそう。これ。これ多分ね、去年も紹介したと思うんですけど、これ本当に美味しいの。トマトと、これね、きゅうりを入れたらもう最高。もうこれだけで十分。見て。麺がこういう感じの細麺。これいただきます。これ、やばい。細いけど麺の弾力はすっごいしっかりしてて、超うまい。もう昼はこういうさっぱりしたんがいいわ。仕事の合間とかで、ちょっと時間もね、タイトなんで、こういうちゃちゃっとすぐできるもんをね、お昼はよく食べてます。うわぁ、マジでニンニク最高。ガチでうまいな。完食完飲。いやー、またね、この空心菜炒めはしたいと思います。次はプランターの方で。はい。ということでね、ごちそうさまでした。引き続きね、仕事頑張りたいと思います。よし。
いやー、それにしてもワールドカップ日本負けちゃいましたね。悔しい。どうあがいてもやっぱりブラジルには勝ち目ないなって思えたならば悔しくもないんやろうけど、いやこれ勝てるぞっていうのがねちょっと見えただけにやっぱりねその後のダメージがえげつないです。マジでいい試合でしたね。まあでもさすがブラジルですね。あっぱれですよ。やっぱ個々の能力が高すぎる。ほんでやっぱり日本代表は結構ね、三笘選手とか久保選手とかね、怪我してる選手も多かったんで、もし彼らがピッチに立ってたらどうやったんやろうとか、やっぱいろんなこと考えちゃいますよね。まあでもね、たられば打ってもしゃあないです。でも本当に今、日本サッカーはマジでもう歴代最強ですね。だからまあ4年後も楽しみですよ。やっとでも寝不足から解放されます。しゃ。マクヌレール2箱使い切りましたね。今回用意してるのがもう1箱の合計3箱やったんで、見た感じ足りませんね。だってまだもう2面残ってますからね。こっちとこっち、もう1箱頼まなあかんな、同じサイズのやつを。やっぱり最後の仕上げ剤はね、この模様をつけるということもあって結構ね厚塗りしてるんですよね。だからかなり消費が激しいです。バブル、旅。この前は買い物カゴの中で寝てる思うたら、今日は旅それあんたニッチの中で寝てるやん。マーブルもそんなとこ登らんかってやん、この前まで。あら、よりちゃんは下の段ボールの上で寝とったん。みんなおのおの好きな場所見つけて。ちょっと待って、やばい。ズッキーニが、うわ、折れてる。根元から折れたっていうよりかはここの部分か、上の部分で折れたんやな。ちゃんと今年は支柱で支えてたのにな。まだまだ見つけてこれからって感じやったのにな。ショックすぎる。くわ。おお、すごい。トマトがめっちゃ赤くなった。うわ、すごいです。真っ赤。で、めっちゃよくもう熟してますね。こう押したら引っ込むぐらい柔らかいです。早速いただきたいと思います。やっとトマト初収穫ですよ。いただきます。トマトじゃないってこれは。マジで甘すぎる。フルーツみたい。なんかさくらんぼとかそんな感じの味なんですけど。うわ、もうほら、もう結構根元の方は柔らかくなりすぎてるかも。やばい、これは。トマトバイキングみたいになってる。これはやばい。うまっ。止まらへんわ。ちょっとこれは新感覚のトマトかも。トマトの概念変わる。これはほんまにね、トマトが苦手な人でも全然食べれるんちゃうかなって思いますね。
こんな感じでも色の付き方にムラがあるんですね。これすごいよ。今後もまだまだできてくるよ。で、こっちのね、アマタンの方も結構ほら、色づいてきました。でも一番初めにできた下の実に関してはこれ割れちゃいましたね。でも上の方はいい感じで育ってます。なんかアマタンの方がプルルンよりも一個一個の実が大きい気がしますね。うん。よし、ほんなら、残りの漆喰の量的にもですね、最後この面塗ったら、もう今回は終わりやと思います。うん。よっしゃ。オッケー。はい、ということでね、今回はここまでにしたいと思います。今回用意してた漆喰の都合上、寝室ね、全部塗り終えることはできなかったんですけど、でも、部屋の8割方かなは塗り終えることができました。いやーもう僕個人的にはですね、この漆喰の色といい、今回つけた模様といい、すごい気に入ってます。ほら、見てください、この模様。めちゃくちゃ美しくないですか？もちろん真っ平らに塗っても綺麗なんやけど、こうやってねちょっと模様を入れるだけでいいアクセントになるというか、こう飽きにくい壁になったんちゃうかなと思いますね。それと模様をつけることのもう一ついい点としては、なんやで僕は左官業素人なんで、平らに塗ってたらねどうしてもね一部ボコボコっとしちゃうようなとこもあるんですけど、こうやって模様をつけることによってあらが隠れるというねだから素人ほど模様をつけるのはいいんじゃないかなと今回思いました。右のねまだ仕上げを塗っていない漆喰壁と比べたら、色の違いがよくわかると思うんですけど、やっぱり今回この仕上げに選んだ方の色はすごい落ち着く色してますよね。こうやって見たらうちのね上のこの回り縁だとか針の色にもすごい合ってると思いませんか？いや本当にねいい色選んだなと思います。まだ一部ねこっちの腰壁の上の部分とか、あとそこの壁漆喰仕上げできてないところがあるんですけど、ここらに関しても追加で注文した漆喰がね届き次第仕上げ塗りたいと思ってます。であとねここ最近ずーっと雨やったんで湿度がめちゃくちゃ高いんですけど、この部屋だけはなんか他の部屋に比べてちょっとカラッとしてる気がするんですよ僕の思い込みかもしれんけど、やっぱり漆喰の調湿効果あるんちゃうかなと思ってます。なんか匂いもねジメッとしたカビ臭い匂いじゃなくて、森林のようなね爽やかな匂いがするんですよ。いやだから今この部屋ね視覚的にも嗅覚的にもすごい癒されるいい空間になってますはいとこんな感じでね今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。